洛陽の西の門の下にぼんやり空を仰いでいる一人の若者がありました。若者の名は俊信といって元は金持ちの息子でしたが、今は財産を使い尽くしてその日の暮らしにも困るくらい哀れな身分になっているのです。本いっぱいに当たっている油のような夕日の光の中に、老人のかぶった茶の帽子、トルコの女の金の耳飾り、白馬に飾った色糸の手綱が絶えず流れていく様子は、まるで絵のような美しさです。空にはもう細い月がうらうらとなびいた霞の中に、まるで爪の跡かと思うほどかすかに白く浮かんでいるのです。しかし俊信は相変わらず門の壁に身を持たせてぼんやり空ばかり眺めていました。日は暮れるし腹は減るし、その上もどこ行っても止めてくれるところはなさそうだし、こんな思いをして生きているくらいなら、いっそ川へでも身を投げて死んでしまった方がましかもしれない。するとどこからやってきたか、突然彼の前へ足を止めた固めの老人があります。じっと俊信の顔を見ながら「おい、お前は何を考えてるのだ？」私ですか。私は今夜寝るところもないんで、どうしたものかと考えてるんです。そうか。それはかわいそうだな。老人はしばらく何事か考えているようでしたが、やがて往来に差している夕日の光を指さしながら「では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中に立ってお前の影が地に映ったら、その頭に当たるところを夜中に掘ってみるがよ。きっと車いっぱいの黄金が渦まっているはずだから。」え、本当ですか？俊信が驚いて伏せていた目を上げました。ところがさらに不思議なことには、あの老人がどこへ行ったかもう辺りにはそれらしい影の形も見当たりません。月の色は前よりもなお白くなり、休みない往来の人通りの上にはもう気の早いコウモリが2、3匹ひらひらと舞っていました。さて、俊信はあの老人の言葉通り夕日に影を映してみて、その頭に当たるところをそっと掘ってみたら、大きな車にも余るくらい黄金が一山出てきたのです。大金持ちになった俊信はすぐに立派な家を買って、幻想皇帝にも負けないくらい贅沢な暮らしをし始めました。蘭陵の酒を買わせるやら、慶州の龍眼肉を取り寄せるやら、日に4度色の変わるボタンを庭に植えさせるやら、四六尺を何羽も放し飼いにするやら、象牙の椅子をあつらえるやら、まあその贅沢をいちいち話していては朝までかかるでしょう。するとこういう噂を聞いて、今までは道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが朝に遊びにやってきました。
それも一日ごとに数が増して、落葉の都に名を知られた人々で年春のうちへ来ない者は一人もいないくらいになってしまったんです。年春はこのお客たちを相手に毎日酒盛りを開きました。その酒盛りのまた盛んなことはなかなか口には尽くされません。ごくかいつまんでお話ししましょう。金の杯に西洋から来た葡萄酒を汲んで、天竺生まれの魔法使いが刀を飲んでみせる芸に認めていると、その周りには20人の女たちが、10人は翡翠の蓮の花を、10人が目ののボタンの花を、いずれも髪に飾りながら笛や琴を節面白くそうしているという景色なのです。しかしいくらお金持ちでお金には際限がありますから、さすがに贅沢屋の年春も1年2年と経つうちにはだんだん貧乏になりました。そうすると人間が薄情なもので、昨日までは毎日来た友達も今日は門の前を通っても挨拶一つしていきません。ましてとうとう3年目の春、また年春が以前の通り一文なしになってみると、広い洛陽の都で彼に宿を貸そうという家は一軒もなくなってしまいました。いや、宿を貸すどころか、今では碗に一杯の水も恵んでくれるものはないのです。そこで彼はまたある日の夕方、もう一度あの洛陽の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら途方に暮れて立っていました。するとまたやはり昔のように片目の老人がどこからか姿を現して「これお前は何を考えているのか」。年春は老人の顔を見ると恥ずかしそうに下を向いたまましばらくは返事もしませんでしたが、老人はその日も親切そうに何度も同じ言葉を繰り返しますから、私は今夜寝るところもないのでどうしたものかと考えているんです。そうか、そりゃかわいそうだな。では俺がいいこと一つ教えてやろう。今この夕日の中へ立ってお前の影が地に映ったら、その胸に当たるところ夜中に掘ってみたい。きっと車にいっぱいの黄金が渦まっているはずだから。老人はこう言ったと思うと、今度もまた人混みの中へかき消すように隠れてしまう。年春はその翌日からまたたちまち天下第一の大金持ちになりました。と同時に相変わらずし放題の贅沢をし始めました。庭に咲いているボタンの花、その中に眠っている白クジャク、それから刀を飲んでみせる天竺から来た魔法使い、全てが昔通りなのです。ですから車いっぱいにあったあのおびただしい黄金もまた3年ばかり経つうちにはすっかりなくなってしまいました。おい、お前は何を考えている。片目の老人はまた同じことを年春に問いかけます。もちろん彼はその時も洛陽の西の門の下に霞を破っている三日月の光を眺めながらぼんやり佇んでいたんです。はい、
私は今夜眠るところもないのでどうしようかと思って。そうか、それはかわいそうだな。では俺が良いことを教えてやろう。今この夕日の中へ立ってお前の影が地に映ったら、その腹に当たるところ夜中に掘ってみるがよい。きっと車にいっぱいの、いやお金はもういらない。金はもういらない。ああ、では贅沢をするにはちょっと飽きてしまったというな。いい、贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたんです。それは面白いな。どうしてまた人間に愛想が尽きたのか。はい、人間はみんな薄情です。私がお金持ちになった時には世辞も追従もしますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえも見せてくれません。そんなことを考えると、たとえもう一度大金持ちになったとしても何にもならないような気がするんです。老人は年寄りの言葉を聞くと急にみんなに笑い出します。お前は若い者に似合わず関心に物の分かる男だ。ではこれから貧乏をしても安らかに暮らしていくつもりか。それ今の私にはできません。ですから私はあなたの弟子になって先日の修行をしたいと思うんです。いいえ、隠してはいけません。あなたは徳の高い仙人でしょう。仙人でなければ一夜のうちに私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。どうか私の先生になって不思議な真実を教えてください。いかにも俺はガビ山に住んでいる鉄管師という仙人だ。はじめお前の顔を見た時、どこか物分かりが良さそうだったから二度まで大金持ちにさせてやったんだが、よし、それほど仙人になりたければ俺の弟子に取り立ててやる。ありがとうございます。いやいや、そう俺のとは言ってもらうまい。いくら俺の弟子にしたところが立派な仙人になれるかなれないかはお前次第で決まることだからな。ともかくまず俺と一緒にガリ山の奥へ来てみるがいい。幸いここに竹杖が一本落ちてる。ではこれに早速乗ってひとっ飛びに空を渡るとしよう。鉄管師はそこにあった青竹を一本拾い上げると、口の中に自分を唱えながら年寄りと一緒にその竹へうまいでも伸びるようにまたがりました。すると不思議ではありませんか。竹杖はたちまち竜のように威勢よく大空へ舞い上がって、晴れ渡った春の夕空をガビ山の本幕へ飛んでいきました。やがて2人を乗せた青竹が間もなくガビ山へ舞い降りました。そこは深い谷に挑んだ幅の広い一枚岩の上でしたが、よくよく高いところだと見えて、中空に垂れた北斗の星が茶碗ほどの大きさに光っていました。もとより人はこの耐えた山ですから辺りはしんと静まり返って、やっと耳に入るものは
後ろの絶壁に生えている長びくげった一本の松がこうこうと夜風になることだけです。別館士は都市神の絶壁の下に座らせて、では俺がこれから天井へ行って西王母にお目にかかってくるから、お前はその間ここに座って俺の帰るのを待っていない。多分俺がいなくなるといろいろな魔性が現れてお前をたぶらかそうとするだろうが、いいか、たとえどんなことが起ころうと決して声を出すのではない。もし一言でも口を聞いたらお前は到底仙人にはなれないものだと覚悟しよう。いいか、天地が避けても黙っているんだぞ。はい、大丈夫です。決して声が出しません。命がなくなっても黙っています。そうか、それを聞いて俺も安心した。では俺は行ってくるから。老人が都市神に別れを告げると、またあの竹杖にまたがって路面に削ったような山々の空へ一文字に消えてしまいました。都市神はたった一人岩の上に座ったまま静かに星を眺めています。するとかれこれ半時ばかり経って新山の空気が肌寒く薄い着物に通り出したその時、そこにいるのは何者だと突然空中から叱りつけるではありません。しかし都市神は仙人の教え通り何とも返事をしずにいました。ところが私は返事をしないと一ところに命はないものと覚悟しろ。都市神はもちろん黙っていました。どこから登ってきたか。らんらんと目を光らせた虎が一匹忽然と岩の上に登り上がって都市神をにらみ一声高く吠えました。のみならずそれと同時に後ろの絶壁の頂から人たるそこの白蛇が一匹炎のような舌を吐いてみるみる近くへ降りてくるんです。都市神はしかし平然と眉一つ動かさずに座っていました。虎とヘビ都市神を狙って一気に飛びかかりました。はあ、もうダメだと思った時、鳥とヘビ霧のごとく夜風とともにずっと消え失せてしまう。都市神はほっと一息しながら、今度はどんなことが起こるかと心待ちになっていました。すると間もなく今度は金の鎧を着た身の丈三丈もあろうといういかめしい武将が現れました。武将は手に三尺の矛を持っていましたが、いきなりその矛の切っ先を都市神の胸元へ向け、ほらその矛は一体何者だ。このガビ山という山は天地開闢の昔から俺が住まいをしているところだぞ。それもはばからずたった一人ここへ足を踏み入れるとは、よもやただの人間ではあるまい。さあ命が欲しかったら一刻も早く返答しろ。しかし都市神は老人の言葉通り目前と口をつぐんでいます。
事をしないか。しないの。よーし、しなければしないで勝手にしろ。その代わり俺の家来たちがその方をズタズタに切ってしまうぞ。武将が矛を高く上げると、その途端に闇がさっと裂け、驚いた時には無数の兵士たちが雲のごとく空に飛びして、それがきな槍や刀を傾かせながら攻め寄せてきました。この景色を見た年主も思わずあっと叫びそうにしましたが、すぐにまた鉄管師の言葉を思い出して一生懸命に黙っていました。武将は彼が恐れないのを見ると、怒ったも怒らないのではありません。この強情者め、どうしても返事をしなければ、約束通り命を取ってやる。武将はこう骨符が早いか、二つ股の矛をたなびかせて一突きに年衆を突き殺しました。そしてガニさんのどよむほどカラカラとバカと笑いながら無数の兵士たちと共にどうともなく消え失せてしまいました。北斗の星はまた寒そうに一枚岩の上を照らし始めました。絶壁の松の前に変わらずこうこうと枝を鳴らせていますが、年春がとうに息が絶えて仰向けに倒れていましたが、年春の魂は静かに体から抜け出して地獄の底へ降りていきました。この世と地獄との間には暗結道という道があって、そこは年中暗い空に氷のような冷たい風がピューピュー吹きすさんでいます。年春はその風に吹かれながらしばらくはただ木の葉のように空を漂っていきましたが、やがてシンダレルという額のかかった立派な御殿の前に出ました。御殿の前にいた大勢の鬼は年春の姿を見るや否や捕まえて階段の前へ引き捨てました。階段の上には一人の王様が真っ黒な着物に金の冠をかぶっていかめしく辺りを睨んでいます。これはかねてから噂に聞いていた閻魔大王に違いありません。その方は何のためにガリさんの上へ座っていた。閻魔大王の声が雷のように階段の上から響きました。年春、早速その問いに答えようとしましたが、ふとまた思い出したのは決して口を聞くなという鉄管師の戒めの言葉です。そこでただ頭を垂れたままおしんのように黙っていました。すると閻魔大王は持っていた鉄の尺を上げて顔中のひげを逆立てながら、その方はここどこだと。速やかに返答すればよし。さもなければ時を移さず地獄の苦しみに合わせてくる。主神は相変わらず唇一つ動かします。それを見ていた閻魔大王はすぐに鬼どもの方を向いて荒々しく何か言いつけると、鬼どもはたちまちと神を引き立てながら
死んだ殿の空へ舞い上がりました。さて地獄には剣の山や血の池の神、小熱地獄という炎の谷や六寒地獄という氷の海がいくらが空の下に並んでいます。鬼どもはそういう地獄の中へ代わる代わると子孫を放り込みました。ですから年春は無残にも剣に胸を突かれるやら、炎に顔を焼かれるやら、舌を抜かれるやら、皮を剥がれるやら、鉄の杵に突かれるやら、油の鍋に入れられるやら、毒蛇に脳みそを吸われるやら、熊高に目を食われるやら、ありとあらゆる責めくに合わされました。それでも年春は我慢強くじっと歯を食いしばったまま一言も口を聞きませんでした。これにはさすがの鬼どもも呆れ返り、もう一度夜のような空を飛んで死んだ殿の前へ帰ってきた。大王様、この罪人はどうしても物を言う景色がございます。大王は眉を潜めてしばらく思案に暮れていましたが、やがて何か思いついたと思って、よし、この男の父母は畜生道に落ちているはずだから、早速ここへ引き立ててこい。にはたちまち風に乗って地獄の空へ舞い上がりました。と思うとまた星が流れるように2匹の毛玉を駆り立てながらさっと死んだ殿の前へ降りてきます。その2匹の毛玉を見た年春は驚いたも驚かないのではありません。なんとそれは2匹とも形はみすぼらしい痩せ馬でしたが、顔は夢にも忘れまい死んだ父と母の通りでした。ほら、その方は何のためにガリさんの上に座っていたかまっすぐに白状しなければ、今度はその方の父や母に痛い思いをさせてやると。年春はこう驚かされてもやはり勉強をしずにこの不幸者めが、その方は父や母が苦しんでもその方さえ都合がよければよいと思ってるだろう。撃て鬼ども、その2匹の畜生、肉も骨も打ち砕いてしまえ。鬼どもは一斉にハッと鉄の道を取って立ち上がると、四方八方から2匹の容赦なく血のめました。畜生になった父母は苦しそうに身をもらえて、目には血の涙を浮かべたまま見てもいられないほど皆がき止めました。どうまだその方は白状しないか。閻魔大王はもう一度年春の答えを促しました。もうその時に2匹の馬、肉を裂け、目は砕けて、息も絶え絶え倒れ伏していた。年春が必死になって鉄管師の言葉を思い出しながら固く目をつぶっていました。するとその時彼の耳にはほとんど声とは言えないくらいかすかな声が伝わってきます。心配を惜しんでいます。
前さえ幸せになれるのなら、それより結構なことはないんだからね。光大王が何とおっしゃっても決して言いたくないことを黙っておいて、それは確かに懐かしい母親の声に違いありません。俊は思わず目を開けます。そうして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみの中で息子の心を思いやって鬼殿の鞭に打たれたことを恨む気色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口も利かない世間の人たちに比べると、なんというありがたい心でしょう。なんというけなげな決心でしょう。私も老人の戒めを忘れて転ぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半紙の馬の首をしっかりと抱いてハラハラと涙を落としながら叫びました。お母さん、その声に気がついていると、年春はやはり夕日を浴びて落葉の西の門の下にぼんやり立た込んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、すべてがまだガビ山へ行かない前と同じことです。どうだな、俺の弟子になったところがとても仙人にはなれはせまい。片目の老人は微笑みを含みながら言います。はい、なれません。なれませんが、しかし私はなれなかったこともかえって嬉しい気がする。私はまだ目に涙を浮かべたまま、思わず老人の手を握ります。いくら仙人になれたところが、私は自分の死んだでの前に無知を受けている苦労を見ては黙っているわけにはいきません。もしお前が黙っていたと、鉄管師は急に怒りしい顔になってじっとと師匠を見つめます。もしお前が黙っていたら、俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたんだ。お前はもう仙人になりたいという望みを持っていまい。大金持ちになることはもとより愛想が尽きたはずだ。ではお前はこれからあと何になったらいいと思うか。
何になっても人間らしい正直な暮らしをするつもりです。そうか、その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り二度とお前には会わない。鉄管師はこういううちにもう歩き出していましたが、急にまた足を止めて都市心の方に振り返りました。幸い今思い出したにな、俺は泰山の南の懐に一軒の家を持っている。そのうちを畑ごとお前にやるから早速行って住まうがよい。今頃はちょうどうちの周りに桃の花が一面に咲いているか。とさんま愉快そうに付け加えながら去っていきました。